こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。万博の混雑ぶりが連日ニュースになっている今日この頃、予約が取れずに万博に行けないっていう人も多いのではないでしょうか。そんなあなたに代わって万博に行ってきました。それでは一緒に行ってみましょう。 Here we go。 まずは電車で向かいます。最寄り駅は夢洲駅。この駅は新しい駅で万博の開催に向けて作られた駅です。ここのホールが待ち合わせでよく使われる場所ですね。この階段を登った先が万博会場なのでしょうか。ワクワクしますね。電車の場合は東ゲートから入ります。おー、人がいっぱいいますね。大阪万博2025も残り1ヶ月を切って、入場チケットを持っていても入場予約が取れない、もし入れてもパビリオンの予約が何もないって状態が続いていますよね。しかもまだまだ暑さが続く日中、並ぶのもめちゃくちゃ大変。そんな人にはぜひこの動画で少しでも万博に行った気持ちになってもらえたらと思っています。東ゲート前に到着。この奥が万博会場なんですね。空が綺麗で気持ちいい。最近朝晩はちょっと涼しくなってきましたもんね。昼はまだまだ暑いけど。開場したみたいですね。順番に手荷物検査をして、その後にチケットを確認するみたいですね。飛行機に乗る時のような手荷物検査が必要です。さあ、万博会場に入りましたよ。へえ、こんな感じなんですね。いろんなパビリオンが気になりますね。それよりも一番気になるのが大屋根リング。これは大きいですね。一周が2キロあるらしいので、歩いて回るにも時間がかかりそうです。こんな大きいですね。あれは確か大阪ヘルスケアパビリオン。25年後の自分に会えるってやつですね。屋根も水がずっと流れているみたいです。その右奥に見えるのが NTT パビリオン。斬新な建物ですね。大屋根リングに早く上がってみたいですが、まずはパビリオンを回っていきましょう。さあ、やってきました電力館。場所は東ゲートから大屋根リングに向かって歩くとすぐの場所にあります。なんでしょう、この建物は。銀色の卵型のめっちゃかっこいい近未来的な見た目ですね。実はなんと約2100本を超える鉄骨で作られたボロノイ構造で、60種類352枚の幕を貼り合わせて作られたみたいです。また外観は未来への可能性を象徴する銀色の幕が光を取り込んで、天候や時間帯で色や表情が変化する仕掛けになっています。昼間は青白い光から、夕方はオレンジ色に変化したりするんですね。屋外の待機場所で待って順番が回ってきたら、こちらの入り口から館内に入ります。なんか近未来的な雰囲気ですね。中は結構暗い感じですよ。可能性の卵たちって文字が浮き上がってかっこいいですね。この雰囲気いいですね。なんか宇宙船に乗り込んでいくみたいです。左奥でなんか光ってますね。可能性の卵受け取りって書いてますね。あらー、いろんな色のかわいい卵たちが並んでいますわ。どれか1個連れていくみたいですよ。何色にしようかな。これは悩みますね。青もかわいいし、ピンクもかわいい。でも私が一番好きな緑にしようっと。卵を一つ取ったら奥の部屋に進みます。みんなが思い思いの色の卵を持ってますね。これだけで結構神秘的。
これからモニターで説明があるみたいですよ。ドアが開いて、もう一つ奥の部屋に案内されました。中は結構広いんですね。今度は縦長のモニターがいくつも並んでいるので、どこのモニターの前でもいいみたいです。さて、どんな映像が流れるのか楽しみですね。私たちはいろいろなものからエネルギーを見つけ、それを使いながら暮らしてきました。はじめは火から熱や光を、技術が進んだ今は石炭や石油、原子力、太陽光など多くのものからエネルギーを作り出しています。一方、石炭や石油など化石燃料を燃やすことで二酸化炭素が増え、地球温暖化が進んでいます。このままだと猛暑や豪雨などの異常気象が起きたり、生き物たちの住む場所が失われてしまうかもしれません。だから今求められているのが、二酸化炭素を増やすことなくエネルギーを作り利用するカーボンニュートラルです。でもどうすればカーボンニュートラルは実現できるのでしょう。大切なのはエネルギーの可能性。研究者が考えるエネルギーの可能性はもちろん、あなたの身近にあるエネルギーの可能性が未来に切り開くかもしれません。次の体験エリアには分かりやすいものから意外なものまで、エネルギーの可能性がたくさんあります。あなたが持っている可能性の卵を使って好きな順番でできるだけたくさん集めてください。卵が反応するのは15分間。卵が白くピカピカっと光ったら、その先のステージへと進む合図です。この卵型ライブがある未来への入り口前にお集まりください。さあ、それでは2階へ進みましょう。かわいい、この卵。次は2階に上がるみたいでエスカす。レーターがある。まだ上があったんですね。エスカレーターが奥にあったんですね。ここからは結構明るそう。なんかワクワクしますね。この持っている卵が実はめちゃくちゃ優れもので、重さが約 310g で、なんと50パターンの光や振動を備えていて、展示やアトラクションによっていろんな反応をしてくれます。2階は人がたくさんいますね。ここは約30種類の未来のエネルギー技術を紹介する可能性エリア。どのゲームをするか結構悩んで、なかなか決められなかったんですよ。時間制限があるので、並んででもどんどんやっていけばよかった。もし行くことがあったら、どんどん並んで遊んでくださいね。すごい。ここにはいろんな体験アクティビティがあります。各融合ゲーム、そう、15分間。新動力発電ゲーム、どんどんやっていかんかったな。無線給電シューティングなど、大人から子供まで楽しむことができるんですよ。なんか楽しそうなゲームがいっぱい並んでますね。あ、ここ空いてますね。これやってみようかな。って後ろに並んでるんですか？そりゃあ知らなかった。私たちが最初にやったゲームがみんなでドタバタ。これはだるまさんが転んだみたいに、卵が後ろを向いている間に足踏みして発電しようってゲームですね。先ほどの新動力発電を体感できるゲームです。前のグループが終わったので入れそうですよ。どうも
番号が書かれた丸の中に入ってやるみたいですね。一度に何人ぐらいできるんでしょうか。だいたい10人ぐらいっぽいですね。いろんな年齢層の人がいますね。小さい子も、転んじゃったけど大丈夫かな。私も転ばないように気をつけますね。そうそう、この入り口にあるこの台に一度卵をタップしないと記録されないんですよ。ちょっと説明が分かりづらかったので、ここは皆さん気をつけましょう。私は5番のスポットです。この目の前の大きなスクリーンを見ながら動くんですね。これはなかなかの迫力ですよ。あれ、おかんかったんちゃう？止まる。後ろ向いてる時だけやで。そう。結構大変だったけど楽しかった。5番やった。さあ次は何をしようかな。ちょっと次はあまり走らなくていいのを選びたい。なんか楽しそうなテーブルが見えますよ。あれは一体何でしょう。気になるので行ってみましょう。これは各融合ゲーム。テーブル上に映し出された青と赤の光を集めて融合させるゲームです。赤い光が重水素、青い光が三重水素に見立てているんですね。両手を使ってどんどん融合させていきます。シンプルなゲームなので子供たちも楽しめますよ。楽しかった。まだ時間あるかな。確か卵が白く光り出したら終わりだったんですよね。さっき並んでて諦めたゲームが見えてきました。ここに並んでみようかな。こっち側に並ぶんですね。一体どんなゲームなんでしょうか。なんか左側にうどんって書いてある。これって食べ残しのうどんを発酵させて発電する仕組みを紹介しているんです。さあこれは何をする場所なんでしょう。ポンプみたいなものを押してますね。テーブルの上には何か絵が映し出されていますよ。お鍋でしょうか。どうも押すことによって生まれるエネルギーでいろんなものを動かす展示みたいですね。私たちも最初はどうやるのが正解なのかわからずやっていました。早く何回も押した方がいいと思ってたんですが、どうもずーっと押し込むことで電気が溜まっていく仕組みだったようですね。今度は洗濯機になっていますね。ぐる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 回っています。スタッフの人が教えて回ってくれています。最後は家が出てきて終了でした。卵が白くなったら次の部屋で映像を見ます。様々な場所にある自然の力を利用しエネルギーを作り出す可能性。
身近にあるものからエネルギーを作り出す可能性。エネルギーのあり方を変えてしまうかもしれない革新的な技術でエネルギーを作り出す可能性。いろんな可能性があったけど、実はこの世界には私たちがまだ見つけられていないエネルギーの可能性がたくさんあります。今まで見過ごされてきたエネルギーの可能性を大発見するのは君かもしれませんよ。大切なことはいろんなエネルギーの可能性を探して集めて育てていくこと。それがカーボンニュートラルを実現する第一歩。私たち人間だけでなく、この地球に生きる全ての命輝く未来のために、未来を照らすこのエネルギーが大切なのです。次のステージでは卵たちが夢見る未来の命の輝きを感じていただきます。さあ最後に皆さんの可能性の力を一つに集めて未来への扉を開けましょう。卵を優しく振ってみてください。ここ開くんや。それでは前のお客様から順にお進みください。いらっしゃいませ。
いやー、圧巻でした。最後にこんなすごい演出が待っていたなんて知らなかった。電力館って卵を持ってゲームをするだけのパビリオンって思ってる人って多いんじゃないかな。少なくとも私はそう思っていたのでびっくりしました。正直この万博の中で一番すごいと思った場所の一つがこの電力館の最後の演出です。さあ最後は成績発表。私が今日集めたエネルギーの可能性の数は4個でした。私たちは全員一緒に回ったのでみんな4個でした。いやー楽しかった。そろそろ一緒に遊んだ卵とお別れの時間です。もっと遊びたかったけど仕方ないですよね。あの白い棚に置くみたいですよ。あ、ベルトコンベヤーになってて卵が消えていく。これはこれでなんかかわいい。こっちにはショップがあるんですね。ここにはマグカップやクッキー、カステラまんじゅうなどお土産物がいっぱい並んでいます。可能性の卵グッズもあってかわいいですよ。ここにはいろんな発電方法やエネルギー技術がパネルで紹介されていますね。パビリオンの中で体験できたものもあるし、ここでしか見れない方法もあります。ぜひ時間があればどんなものがあるか見てみてくださいね。個人的には緑虫のところが気になりました。いやー、電力館すごかったですね。次のパビリオンに向かいますが、大屋根リングの下を歩いていきます。下から眺める大屋根リングもすごいですね。世界最大の木造建築物でギネスに登録されました。なんかオーストラリアかな。続いてはブルーオーシャンドームに入りたいと思います。ブルーオーシャンドームのテーマは海の蘇生です。魚の住む場所が減り、海水温が上昇し、気候変動による大災害、そしてプラスチック汚染など、海はまさに危機に瀕しています。地球という水の惑星が直面している問題を宇宙、生命、環境といった大きな概念から考え直し、環境モラルの重要性を提起してくれています。このパビリオンは3つのドームで構成されています。まずドーム A のテーマは循環。建物の素材は竹の集合材で直径約20メートルです。ドーム A の展示内容は超撥水塗装のアートインスタレーション。水の流れや循環を目で楽しみながら体験できる空間です。山に降った雨が川や海へとつながるようなピタゴラスイッチのような演出があります。水があたかも生きているように流れていく姿を時間を忘れて眺めてしまいます。超撥水塗料を施した真っ白な板の面をコロコロ、サラサラ、ニョロニョロと水たちがくっついたり離れたり形を変えながら駆け巡って流れていきます。この場所で少し待ち時間があるのですが、全く退屈せずに待つことができました。ブルーオーシャンドームの主催は特定非営利活動法人ゼリジャパン。ゼリジャパンという団体は簡単に言うとゴミをなくす社会づくりを目指している法人です。普通は廃棄物イコール捨てるものって考えますが、ゼリジャパンはそれを資源に変えられないかって発想で動いています。例えば工場で出た副産物を別の産業の原料に使ったり、食べ残しを肥料やエネルギーに変えたりしています。つまり一見無駄に見えるものを循環させて新しい価値に変える仕組みを作っています。もともとは国連大学から始まったゼロエミッションという国際的なプロジェクトで、今では世界中で取り組まれています。ゼリジャパンはその日本版で産業、教育、地域づくりなど
幅広い分野で活動しています。これからドーム B に入っていきます。ここのテーマは海洋。素材は炭素繊維強化プラスチックでできています。暗い部屋を通って奥に進んでいきます。この先には何があるんでしょうか。なんかワクワクしますね。ぐるりと回って中央に進んでいくと大きな球体スクリーンが現れます。これは直径約10メートルの球体 LED スクリーン。ここで上映される映像をご覧ください。
ピンクブルーオーシャンドームはいろいろ考えさせられましたね。続いては話題のシグネチャーパビリオンぬるぬるに入ってみたいと思います。静けさの森を抜けてウォーターパークに向けて歩いていきます。命の動的平衡感が見えますね。その前に命のパークがあります。ここでは15分ごとに3分間ミストが噴出します。ここもいろいろ前が見えなくて危険だとか叩かれていましたが、思った以上に真っ白になって楽しかったですよ。子供たちも嬉しそうだったし、何より涼しい。涼しさは映像ではなかなか伝わらなくて心苦しいですが、暑さの中かなりリフレッシュできたことはお伝えしておきます全然見えね。ない。こうなると何も見えません。見えなさすぎて笑けてくる。これはこれで立派なアクティビティですね。これがぬるぬるですよ。場所はウォータープラザの目の前です。ここはメディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。外観も実はずっと振動してるんです。しかもうめき声のようなものが聞こえてくる、なんとも不気味な建物です。中見えちゃうやろ。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。最先端のテクノロジーとアートが融合した空間で、他のパビリオンとは一味違った演出が楽しめます。さあいよいよ中に入っていきます。私たちが体験したのはインスタレーションモードです。これはダイアログモードよりも少し短く、だいたい5分から7分ぐらいで体験できる展示なんですよ。会場は鏡の部屋になっていて、光や映像がどこまでも反射してまるで無限に広がっているみたいに見えます。もうこの時点でここはどこだって感じになっていますよね。ここでどんな演出が起きるのかワクワクドキドキです。上の通路で見るもよし、下に降りて眺めるもよしです。私たちは下から見ましたが迫力満点でした。実はどっちで見たらいいかめっちゃ悩んだんですよね。始まってからは移動できないし、上から見た人はこの下からの映像と比べてどうだったか感想をコメントで教えてください。まだ始まっていないのに、なんでしょう、この空間はなんか引き込まれていく感じがします。ではその様子をノンストップで見ていきましょう。
はい。
終了しましたので、お出口こちらになります。いやー、皆さんどうでしたか？圧倒的な演出に言葉を失いますよね。言葉や説明が一切ないのに、光と音だけでこんなにも心に響くなんて、ちょっと不思議な感覚でした。無限に反射して広がっていく映像は、どこまでが現実で、どこからが映像なのかわからなくなるくらい幻想的でした。外に出ると、今まで何かの生命体の中にいて、そこから脱出してきた感じがするのはなぜでしょうか。振動する建物とうめき声のような不気味な音、こんな体験、今まで生きてきた中で初めてでした。ここはこの大阪万博の中でも異色のパビリオンだと思いますが、他では体験できないめちゃくちゃ貴重な時間を提供してくれました。お、このパビリオンは中国館ですね。竹でできた巻物をイメージして作られたそうですよ。建物の表面には漢詩が刻まれていて、5つの書体で書かれているという情報があります。その隣はクエート館ですね。この建物も斬新な作りになっていますね。ここは夜のライトアップが綺麗って言っていたので、また夜に見に行きましょう。なんか皆さん立ち止まっていますね。電車の遮断機みたいなのがありますよ。あ、車が通るときにああやって安全を確保しているわけですね。いろいろ考えられていますね。奥にはオーストリア館が見えますね。さすが音楽の国オーストリア。ここもライトアップが綺麗って言ってましたね。ここも夜に見に来るので見逃さないようにしてくださいね。やっと通れるようになりました。そろそろお腹が空いてきましたね。万博グルメもやっぱり少しは楽しみたいですよね。確かこの先に話題のスイーツがあったと。あ、右に見えるあの黒い木がたくさん立ってる場所。開幕当初は自由に入れたのに、危険だからと立ち入り禁止になったエリアですよ。完全にロープで入れなくなってますね。残念。でも皆さんには特別入れた時に撮った映像をお見せしますね。はい、まだロープはなく全然中まで入れますね。ここは文明の森。空間全体を古代の森に見立てて作られています。展示されている樹木は樹齢6500年以上のオーク材の赤石木。赤石木とは化石になる一歩手前のもので、何千年もの間地中で保存されていた木を使っているらしいってめっちゃくちゃ貴重じゃん。しかも本数は130本以上。奥のバーレーンの建物とのコラボがいい味出してます。あ、どうも7月20日からまた入れるようになっているみたいです。反対側にはスイスのパビリオンがありますね。ここは確かアルプスの少女ハイジが案内してくれるパビリオンじゃなかったかな。しかもこの建物がめちゃくちゃ軽い素材でできているってなんかで見ました。あ、ここポルトガル館。ここのエッグタルトが美味しいって話題だったんですよ。もしかしてこの並んでる列ってパビリオンじゃなくてエッグタルト？さすが皆さんよくご存知ですね。実際は20分ぐらい並びましたが、皆さんには待たせませんよ。本場の呼び方はパステル・デ・ナタ。本場リスボンの老舗の味を忠実に再現しているそうです。じゃあ上のもらっていい？ウインクしてくれた？ちょうだい。もう食べてる。食べるけど、座って味わって食べようよ。どっか座ろうよ。あっち下行く？中のとろっとした濃厚クリームが美味しい。周りのパイ生地がサクサクで香ばしい。これは食べてよかった。うまそう。ありがとう。
対やばい。続いて向かうのが今回の万博で一番並ぶパビリオンではないでしょうか。しかもめちゃくちゃ貴重な展示品があるのに事前にはあんまり大々的に宣伝されてなくて、日を追うごとに行列が長くなっていったあの国のパビリオンです。そう、イタリア館。まずは見てください、この行列。私たちが行った日の待ち時間がなんと5時間。これはなかなかしんどい。普通に並んだらここだけで万博時間が終わるんじゃないかというレベルですよね。とは言ってもここでは世界的に貴重な作品が生で見られるんです。本来はイタリアに行かないと見れない貴重な資料がここにある。しかも撮影 OK ってなかなか太っ腹なパビリオンなんですよ。さあいよいよ中に入りますよ。ここでスタンプを押したい人は左側に誘導されます。スタンプを押した後は後ろに並びに来ないといけないみたいですね。至る所にある展示物がいろいろ気になる。これはデルタ多面体って言うんですって。他にも置いてる装飾が気になる。こういうディスプレイもついつい見ちゃいますよね。さあいよいよ中に入ります。待ち時間が長かったのでやっとって感じがしますね。最初の部屋では大きなスクリーンに映し出される映像を見せてもらえます。シンプルにこのパビリオンのコンセプトだったり展示物の紹介をしてくれます。それではどうぞお楽しみください。 Let's get started. Please enjoy. うわー、スクリーンが開いた。一人やもん。前に入ってる人が多い。すごい、なんか作品が並んでる。いかがでしたでしょうか。それでは前の方から順番にお進みください。再度お忘れ物だけないようご注意ください。どこから見ようか悩む。またおカバンは前に抱えていただくようお願いします。まさかスクリーンの奥に部屋があるなんて知らなかった。この奥の部屋は自由に観覧できる場所なんですね。両サイドの階段は気をつけておりましょう。ゆっくりお願いします。両サイドの階段気をつけてゆっくり降りましょう。天井にもなんかぶら下がってる。あの飛行機ってなんだ？この飛行機はアルトゥーロ・フェラーリンが1920年にイタリアのローマから東京に飛行機で移動した
機体模型だそうです。そして入って左にあるのがティントレット作伊藤マンションの肖像画。これは1585年頃の作品で、天正剣王少年使節団の代表者伊藤満章を描いた肖像画です。本物は日本初公開。こちらはヤゴ循環器系。白いセラミック製の30個の心臓が円形に並ぶ作品。各心臓には微細な血管のような凹凸や造形が施されていて、展示空間内の二酸化炭素濃度センサーと接続されていて、心臓が点滅や脈動するように光るみたいですよ。これはボッチョーニの作品で、空間における連続性の唯一の形態。なんとイタリアの20セントユーロにも描かれている国民によく知られた作品です。ちょっと待って、もうちょっとゆっくり見させてくれる？これがメイン。そして中央には最大の目玉、ファルネーゼのアトラス。アトラスはギリシャ神話に登場する狂人で、天空を支える罰を受けた存在。この像はアトラスが天球儀を背負っている姿を表しています。この作品はなんと紀元2世紀頃のローマ帝政時代のもので、天球儀の表面には48の星座が刻まれており、これは現存する最古の天文学的彫刻資料ともされています。高さ約2メートル、重さ約2トンで、普段はイタリア・ナポリ国立考古学博物館に展示されているみたいです。これは何でしょう？タンバリンのようにも見えますね。この作品は5つの音響膜と1つの呼吸袋でできていて、なんとイタリアのラバンナ市の空気の状態を数値化して作品が変化するみたいです。空気がきれいな時は呼吸袋のリズムは落ち着いて深く、音響膜の音も調和的で穏やかです。汚染が進むと呼吸袋のリズムが速くなり、音は鋭くせわしくなるみたいですよ。人数制限をしているのでぎゅうぎゅう詰めってことはないですね。自由に見て回れるのがいいですね。これはオリンピックの聖火トーチですね。2026年にイタリアで行われる夏季と冬季のオリンピックの時に聖火を運ぶ時に使われるものだそうです。オリンピック用とパラリンピック用で色が違うんですね。このディスプレイではイタリアについての映像が流れています。これは宇宙船？いえいえ、これはトカマク型核融合装置。現在イタリアで建設中の核融合実験装置です。そんな展示もあるんですね。おや、その奥に何か見えますね。あれは何でしょう？これがニュースになっていたミケランジェロのキリストの復活。大阪万博の開幕から少し遅れた5月18日から展示が始まりました。キリストの復活はキリストが十字架から下ろされた後の様子を表現した彫像で、十字架を片手で抱き、手に縛り付けられていた縄と釘の跡、胸には槍で突かれた跡が残っています。
ここにも人がたくさん集まっていましたよ。ミケランジェロのキリストの復活の奥にある部屋に飾られているのがカラバッジョ作のキリストの埋葬、描かれたのが1602年から1604年とされているので、日本でいうと江戸幕府が始まった頃でしょうか。絵が本当にリアルというか迫力があるというか、本当に目の前で見ることができるのがすごい。普段はバチカン美術館にあるこの原画はなんと日本初公開。暗い部屋の中に飾られているので、部屋自体が幻想的な雰囲気を醸し出しています。お待たせ。これも映像で見るのと実物を見るのでは全く感じ方が違うと思いますよ。いやー、満足ってまだあるんですよ。こんなにたくさん貴重な展示物があったのにまだあるんですか？それはこの展示室ではなくこの先の部屋にあるようですね。どんな特別なものなんでしょうか？なんとレオナルド・ダ・ヴィンチアトランティックコードが展示されています。でもレオナルド・ダ・ヴィンチのアトランティックコードとは何か知ってますか？なんと全ページ1119枚、両面含め2238ページからなる手書きの資料で思考スケッチの膨大な記録です。解剖学、機械工学、飛行装置、土地設計、数学、芸術など多彩なテーマを含んでいます。現在はミラノのベネランダ・アンブロジーナ図書館が所蔵しています。その中から選び抜かれた4枚が大阪万博で公開されています。その奥では装飾品を作る職人さんが目の前で作業をしています。こういうのってなかなか間近で見ることないですよね。すっごい細かい作業をやってるんですね。こっちの人も金槌を使いながら作業をしてますね。横に置いてあるスマホをじっくり見ながら作業をしているので、完成品を見ながら作ってるんですかね。猫動画見ながらやってしまう。猫動画見ながら。なんと猫の動画でした。作るもののなんか手本とか見てるんかと思ったね。そういえばさっきサッカーのユニフォームが飾られてましたよね。あれは日本人で最初にイタリアのサッカーリーグセリエ A でプレーした三浦知良選手のユニフォームでした。めっちゃ懐かしいですね。この辺りの展示品は機械が好きな人にはたまらないスペースですよね。そういえば F1 ってイタリアが有名ですよね。フェラーリやアルファロメオ、マセラティやピレリなど世界中の F1 ファンに愛されていますよね。ここを抜けると2階に上がっていきます。上には何があるんでしょうか？レストランがあるのかな？でもこの階段が一気に疲労感を倍増させてくれる。なかなかきつい。屋根裏にも何かありますね。やっと着いた。あ、やっぱりレストランがあったんですね。屋上で炒飯食べるなんておしゃれって今時炒飯なんて言わないんでしたっけ？おー、こんな屋上庭園があったなんて知らなかったですわ。屋上にはルネッサンス時代のラビリンスをモチーフにした現代的イタリアンガーデンが広がっています。幾何学的なパターンで植栽や小道が配置されていて、彫刻や噴水の装飾もあって、自然と人工で作られたもののバランスが
繊細に演出されています。ツゲの木、バラ、椿、レモンなどイタリアらしい植物が植えられていて、香りや視覚でもイタリアの雰囲気を感じさせてくれる場所です。でも暑い。屋上庭園にはノーネームというアート作品が展示されています。この作品はリサイクル素材、特に酸化・損傷した金属板を使っていて、廃棄物に宿る記憶を美しさと繁栄の象徴に変える魅力を試みています。フランチェスカ・レオーネさんが作った作品みたいですよ。ここから見える大屋根リングもいいですね。ちょっと展示物の凄さに万博に来ていることを忘れかけていました。こちらにも作品がありますね。ここはラビリンスと言われるだけあって、本当に迷路みたいに小道が入り組んでいます。これは子供が迷子になりそう。流れている音楽も迷宮を連想させる何とも言えない雰囲気を作り出してくれていますね。さあ、屋上庭園を抜けました。これからまた1階に降りていきます。この階段がなかなか大変なんですよ。残るは出口のみでしょうか。なんかありますよ。ショップがあったんですね。ぬいぐるみもたくさん並んでいますね。このイタリア館のキャラクターの名前知ってますか？実はイタリアちゃんです。意外とそのままなんですね。こっちにはワインもある。こっちには装飾品が並んでいますね。これは何でしょうか？カメオですね。繊細なデザインで綺麗ですね。お土産で1個買って帰ろうかな。38,500円から137,500円って書いてます。こっちのはもっとお手頃なのかな。3万円、5万円、左端のは50万円。さっきの話はなかったことにしてください。いやー、イタリア館噂通りの貴重な資料がたくさんあってびっくりしました。でもまだ外には魅力的なものが並んでいるんですよ。このお店はイタリアンジェラートですね。イタリアといえばジェラートでしょう。その奥はボンボリーニと呼ばれるイタリアの伝統的なスイーツみたいです。中にクリームやジャムを詰めた揚げドーナツみたいですよ。こっちも美味しそう。他にもアランチーノと呼ばれるシチリア島で有名なライスコロッケやアンティパスタと呼ばれる前菜もあります。前菜が売られてるっていうのも面白いですね。1600円、なかなかする。ピザっぽいですよ。イタリアといえばピザは欠かせないでしょう。1200円から1700円か。大きさもあれか。ジェラートのお店に戻ってきました。案の定めっちゃ人が並んでました。30分ぐらい並んでやっとここまで来ました。私たちはピスタチオチチリア、イチゴ、アマレーナを注文しました。アマレーナとはブラックチェリー味のジェラートで、苦味と甘さのバランスが取れた味わいです。中でもピスタチオが濃厚で風味が強くめっちゃ美味しかった。アマレーナはあまり馴染みがない味だったので海外感があってよかった。値段はトリプルで1100円でした。なんだこれは。貴重な展示も見て、美味しいジェラートも食べて、
大満足のイタリア館でした。イタリア館すごかったですね。あんな貴重な展示があんな近くで見れるなんて。あれ、あの人見たことある。カンテレの取れたての人や。このネタ関西人しかわからんよな。でもこの人なんて名前だっけ。テレビの取材もどんどん来ているみたいですね。開幕前はネガティブキャンペーンやってたのにね。さあ次はシグネチャーパビリオンのアニマーに向かいたいと思います。川森昌司さんが手掛けるシグネチャーパビリオン命めぐる冒険アニマを体験してきました。シグネチャーパビリオンとは万博全体のコンセプトである命輝く未来社会のデザインを象徴するような展示や体験を提供する特別パビリオンのことです。皆さんは川森昌司さんをご存知ですか？私と同年代のアラフォー親父の方には分かっていただけると思いますが、超時空要塞マクロスの総監督メカデザインをされた方です。もっと言えばザブングルやボトムズのメカデザインもされてたんです。あれ、反応が薄い？アニマーは部屋全体に映し出される圧倒的な映像と立体的な音響、人の動きに反応して変化する床からの振動が一つに融合した人の五感に直接訴えかけてくる全く新しい映像空間体験です。体全体で体感する命のミュージカルです。中に入ると床が振動している場所を探してとスタッフの方から案内があります。逆に振動を避けたい人は振動しない場所もあるので安心ですね。天井から吊り下げられている布がどのような演出になるのか気になりますね。そろそろ始まりそうですよ。なんか足元がゾワゾワする。アニマン震える命。私たちはここで命のダンスを踊ります。アニマン Trembling Life Let's celebrate with the dance of life. さあ、自由に歩いて、彼らを探して。Walk freely, seek them out. まだまだ生き物たち隠れているようですよ。足踏みしたりして、今まで目や心臓、鳴き声、感じてみてください。それでは皆さん、一斉にジャンプしてみましょう。いきますよ。3, 2, 1, jump! 皆さん、その調子です。次はまた違った方向を見てジャンプしてみましょうか。さあ、もう一度。みんなで息を合わせてジャンプしますよ。3, 2, 1, jump! アニマン、さあ、命の流れでダンスしよう。Animal, let's dance with the flow of life.
アニマーは大迫力のアトラクションでしたね。セルビア館が見えますね。結構人が並んでいます。セルビア共和国は2027年に万博開催国になっているので力が入っているみたいですね。次のパビリオンはオーストラリア館に行ってみたいと思います。さあやってきましたオーストラリア館。テーマはチェイシング・ザ・サン、太陽を追いかけて。名前からしてワクワクしますよね。実はこの並んでいる場所なんですが、なんか匂うんですよ。獣臭というか、森の匂いというか、動物園の匂いというか、なんかこの建物の中に本当に動物がいるんじゃないかって思わせてくれます。さあ中はどうなってるんでしょうか。いやー、これはすごい。この森のゾーンではまるでオーストラリアの大地に一歩足を踏み入れたかのような感覚が味わえます。目の前に広がるのはユーカリの林。実際にユーカリの香りが漂っていて、まるで本物の森の中にいるみたいですよね。木の幹に目をやると動物が映し出されています。あれは何でしょう。あ、コアラだ。ここからはオーストラリア館のハイライトともいえる映像エリアです。目の前に広がるのは幅いっぱいの巨大 LED スクリーン。迫力ある映像と音響が組み合わさって、まるでオーストラリアを旅しているような没入体験ができます。いやー、オーストラリア館すごかったですね。外にも大画面とステージがあって、しかもカフェで買ったものを食べたり飲んだりできるんです。オーストラリア館はなかなかクオリティが高かったですね。次のパビリオンに入る前にちょっとトイレタイム。万博会場には若手建築家が手掛けたユニークなトイレが8カ所あり、それぞれ外観や内装が異なります。ここもその一つで、岩が頭の上に並んでいます。ついつい落ちてきたらどうしようと思ってしまうのは私だけでしょうか。他のトイレもどれもユニークなものばかりなので、トイレ全制覇もありですね。
でも中はさすがに撮影できないのでお伝えできませんね。そうそう、飲み物の確保も大事。水筒やペットボトルに水を補給できるスポットが32カ所あって無料で補充できます。こんだけの人が来てるらしい。小山君堂さんが手掛けるシグネチャーパビリオンのアースマート。外観も趣のあるかやぶき屋根で日本全国5カ所のこだわりのかやが使われているようです。正直ごめんなさい。あんまり事前の期待値は高くなかったんですよ。でも面白かった。まずは入ったところで映像を見るんですが、いきなり出てきたのが俳優の松潤さん。ここは撮影禁止だったのでお見せできないんですが、一言で言うとご飯が食べたくなる映像です。映像を見終わるとスクリーンが開いて入り口が出てきます。これはイタリア館と一緒だな。中に入るとまずは命のフロア。ここでは普段食べているものを通して命への感謝が生まれるような仕掛けがたくさんあります。おー、いきなり魚が空中を泳いでる。これはイワシですね。ここにスーパーで売られているようなパックに3匹のイワシが入っています。実はここに深い意味があるんです。1匹のイワシが産む卵は10万粒。捕獲されるのが 0.01%、つまり10匹程度。さらにその7割は養殖用の餌などになり、食卓に並ぶのは3匹という計算らしい。ここにも命のつながりを感じます。こっちは野菜の命。野菜は命をつなぐ存在として展示されています。隣はスーパーで売られているお肉がパックで置かれていますね。実は画面では生きている牛の映像が流れています。生き物が私たちが食べるための形に変わる現実を見せてくれます。こっちの展示は人が一生に食べる卵の量と数が実際のオブジェとして飾られています。こんなに食べるんですね。私は平均より多く食べてそうなのでもっと多い気がします。上には日本人が一生で食べる卵の個数2万8000個がシャンデリアとして飾られています。これだけの卵が並ぶと圧巻ですね。向こうにはイワシのサーディンランが見えますね。ここから見える展示だけでも卵、野菜、魚、肉と私たちの命を支えるものが見て取れます。国によっても食べる個数が全然違うんですね。日本は結構多い方ですね。ミャンマーとゼロが1個違う。2万8000個といえば365日毎日1個ずつ食べたとして 76.7 年かかります。その中身を集めるとこれだけの量になるんですね。向こうには大きな買い物カートが飾られています。その横には大きなディスプレイがあって命の重みを表してくれています。何それ？ここすごくないですか？これは命の色。食には色があり、それは命の色でもあります。この展示は食材に宿る色を命の色として捉えて、日本の主要食材約300種類合計816点の写真から色彩を抽出してスーパーマーケットの棚のように瓶を並べたインスタレーションでじゃあす。次行こうか。これは命の計り。命の計りは単なる重さを測るものではありません。食べ物が持つ背景、そこに宿る命の重さを感じるための展示です。今載せたのはチョコレート。出てきた数字は1。1って何でしょう？
この1の意味はカカオができる確率が 1% だそうです。意外とできにくいんですね。知りませんでした。他にもコーヒーを乗せると出てきた数字が140リットル。これは何の数字？これはコーヒー1杯を飲むために必要な水の量だそうです。この巨大なショッピングカートに込められた意味とは、実は巨大なショッピングカートは日本人1人が10年間に消費する食料の体積約810リットルを直感的に表現したアート作品です。京都芸術大学の有志学生が伝統的なねぶた技法、和紙、針金、木組みを使って作成しました。命のレジはユニークでインタラクティブな展示の一つで、大きなモニターを使い来場者がその前を通ると自分の顔がランダムに食べ物に変わります。この変化を通じて人はいただいた命でできているというメッセージを遊びながら体感することができます。モニターは海産・畜産系と野菜・果物系の2種類があり、異なる命の形に変身する様子を楽しむことができます。海産・畜産系は牛、豚、鳥、魚、カニ、タコがいますね。こっちは野菜・果物系。動物は結構リアルだったけど、こっちはキャラクターっぽくてかわいい。なかなか出てこない。この時間が気まずい。あ、出た。人参、大根、いちご、パイナップル、トマト。この緑のは白菜かな。この茶色いのは何だろう。お前入らないかん。あと髪が紫色のもわからん。でも面白い。反対の壁に飾られているのは世界のレシート。世界のレシートとは実際に存在する世界各国の家族の1週間分の食料を並べて、その内容と金額をレシートのような形式で紹介しています。命の広場はここまで。ここからはテーマが少し変わって未来のフロアに入っていきます。あ、お寿司職人がお寿司を握ってくれていますね。正式名称は未来を見つめる寿司屋という展示です。ここでは伝統的な寿司文化を担う小野次郎さんの握りを 3D ホログラム映像で再現し、まるで目の前で職人が握っているように体験できる仕掛けになっています。寿司という伝統を守る職人技を最新の映像技術で未来に伝えてくれます。このマダイは食べられる身の部分を増やして捨てる部分を減らすように改良されてるんですって。気候変動に強いヒラメもそこにいますね。ここでは水槽で生きている魚などとお寿司として提供しているお寿司屋さんを同時に見えるようにして命をいただいていることを伝えてくれています。こっちは未来の米って書いてますよ。これらは再生米といって肉や野菜などを粉末化してお米の形に作る技術で作られているみたいです。お米は田んぼで作るだけじゃなくなるんですね。あ、タコさんウインナー。子供の時好きだったな。でもこれって 3D プリンターで作ったってことですよね。パウダー食材を使ったフードインクで食品を印刷する 3D フードプリンターって書いてますね。こっちはすでに商品化されているかのようなパッケージですね。これが実現可能になってきてるってことですよね。どんな味なのか食べてみたい。こっちはみんなが幸せになる未来のお菓子。応募の中から約34作品が厳選されて CG によって再現展示されています。
こちらはアースフーズ25、アースマートが選び抜いた日本初の食材、食品、食文化の知恵、技術からなる25のアイテム一覧です。地球の未来の食をより健全にするため、国内外へ発信されています。こっちは海外や国内で活躍する若手シェフ5名がアースフーズ25からそれぞれ5品ずつ担当して計25皿の未来のコンセプト料理が制作展示されています。こっちでは万博期間中に採れた和歌山の梅干しを25年後に受け取れるチケットを配布していました。これは25年後にもらいに行くしかない、その時に元気であればですね。ここで未来のフロアは終了です。いやー、めちゃくちゃ面白い展示がたくさんありました。食べることが好きな私にとっては未来の食べ物はめちゃくちゃ興味があります。美味しくて好きな食べ物をいっぱい食べても太らず健康に過ごせたらいいですよね。行こうか。最後の部屋では中央の大きなプレートに映し出される映像に引き込まれます。改めて食って大事だなーって思いますし、未来の食事に興味が湧いてきました。
帰りにもらって帰った米由来のものでできたキャラメル。ちゃんとキャラメルでした。美味しかったですよ。お、グリコやん。いやー、未来の食事ってどうなっていくのか楽しみになりましたね。ママが好きな人やろ。知らない間に外が真っ黒やん。いろんなパビリオンがライトアップされていますね。これは昼間見るのと全然違う。なんでしょう、あの楕円形のオブジェはかなり目立っていますね。しかも結構でかい。その奥に見えるのはポーランドですね。幻想的ですね。コモンズ D もライトアップされていますね。国旗が明るく照らされていてめっちゃかっこいい。反対側はルーマニア。奥に何か丸く光る建物がありますね。ちょっと行ってみましょう。ここはオランダ館でした。すごーい。建物の中に球体が埋め込まれていて、こんなに明るく神秘的な光で光ってる。あ、そうそう、約束していたオーストリアとクウェートのライトアップを見に行きましょう。どんな感じになっているか楽しみですね。向かっている途中にシンガポール館がありました。ここもライトアップされて目立っていますね。シンガポールは通称レッドドットって呼ばれています。国は小さくても役割は大きいという意味を持ちます。オーストリア館に着きました。おー、これは綺麗ですね。次はクウェート館を見に行きましょう。おー、なんか青く光ってる。こう見るとすごい形をしてますね。建物の屋根、外観は左右に翼を広げたようなフォルムになっていて、歓迎、未来への飛翔を象徴しています。外壁には光を通す素材を使っているみたいですね。建物全体がイルミネーションのように浮かび上がり、遠くからも目立つランドマークとなるよう設計されているらしいです。隣の中国館もいい感じに浮かび上がっていますね。まだまだめちゃくちゃ人が並んでる。大人気ですね。この白が基調のクウェートと茶色が基調の中国との対比が面白いですね。あと夜に見に行きたい場所がまだあるんですよ。それは命の遊び場クラゲ館。ここのライトアップが綺麗って情報を聞いてたので、ここは見てみたいですよね。おー、なんかカラフルに光ってる。なんとも言えない音楽もかかっていて、この雰囲気がいいですよね。この屋根の形もすごい数の木材が組み合わさっていますね。入り口はもう少し先になるので、ちょっと回り込んでいきます。ここも出口や。向こう側へ出口。なんか宇宙船にも見えてきましたね。すごいですね。ここ現実の世界とは思えない空間に迷い込んでいます。ああ、多分そうやと思う。みんな多分。中に入ると天井に大きなクラゲを発見しましたよ。こんな上クラゲおるん知らん。このクラゲはガーナのスラム街で廃棄予定だったペットボトル1000本やリボンなどを再利用して美術家の長坂さんが作ったアート作品です。なんと5メートルもあるみたいですよ。中央から屋根に沿って組まれている木材は
創造の木といって約4600本の木材で作られているそうです。ここには音、光、映像が参加者の動きによって変化するインタラクティブな展示が数多く設置されているんですよ。さあ次はいよいよ噴水ショーを見に行きましょう。今回の大阪万博の一つの目玉ですよね。青と夜の虹のパレード。場所はウォータープラザで開催されます。噴水装置の数はなんと約300基。舞台となる場所の中心にはウォーターカスケードと呼ばれる高さ18メートルの四角いモニュメントがあって、ショーの中では滝のように水を落としてそこに映像を映し出すスクリーンとして使われるんですよ。またいろんな仕掛けもあるらしいので楽しみですね。6月にはレジオネラ菌が基準値を超えて検出されたことで約1ヶ月ほど中止されていましたが、7月11日から再開されています。あ、ここは昼に行ったぬるぬるですね。夜はどんな感じになってるのかなーって。こりゃあまたどえらいことになっておりますな。これは完全に SF 映画の中でしょう。だってあの丸の中からレーザービームが絶対出てくるもん。それでは噴水ショーを見に行きましょう。失礼します。美しい水、澄んだ空気、生き物たち、命がキラキラと輝く島があった。階段で立ち止まらないでください。降りてください。これ以上先スペースございませんので階段からざわざわざわわ咲いた笑ったよれよれ一つ二つ虹祭り。夜の虹を知ってるかい？虹？夜に？この島にはある言い伝えがある。月に虹がかかる夜、不思議なことが起きるという。奇妙な生き物たちが集まり、祭りを始めるらしい。お祭り？楽しそう。いつか見れるといいね。さあ、お使いの準備なさんな。早く帰っておいで。はーい。ああ、結局遅くなっちゃったな。これ以上先にはもうスペースございません。まっすぐお進み階段から降りてみてください。これ以上先にスペースもうございません。まっすぐお進み階段から降りてください。うわっ、誰なの？ん？
歌めっちゃええやん。あれどうやなあお前、俺見えてんのか。あなた誰？もしかしておばあちゃんが言ってた奇妙な生き物？もしかしてお化け？おいみんな、俺らお化けかやって。正解。まあ精霊って言ってほしいな。40億年の間、この星を巡る水と空気の記憶が奇跡の夜だけに溢れ出すんや。奇跡の夜。あ、夜の虹。今日は夜の虹？ああ、もうそろそろ出るはずや。ああ、やばい、そんなん言うてる場合ちゃうわ。今から祭りの始まりや。はよいかな。お祭り？待って。奇跡の夜に感謝を。エッチェレッソ。やばい、あいつが来た。何？どうしドドみんないなくなっちゃった。ここにおるで。他の方の通路になります。今まで何度もこんなことはあった。その度に命は生まれてきたんや。ここは水と空気の星や。せやから今度も、いや、今度はあかんかもしれへん。おいみんな、歌えるか。君が歌ってくれへんか。頼む、青。あれは命の歌や。命を集め、喜び合い、力を与える。頼む。島の歌。わかった。やってみる。戻ったで。よかった。
この虹が消えたら青は俺のこと忘れる。お別れや。なんで？そういう決まりなんや。困ったら歌を歌うんや。さっきみたいに。歌は命を集め、喜び合い、力をくれる。わかった。この星は強い。あ、頼んだで。じゃあな。またな。いやー、噴水ショー、すごい迫力でしたね。炎が上がった時、熱気がこっちまで伝わってきました。ああ。うん。道はさっきのところこうまっすぐ来たらこうやったよな。この左の目立つパビリオンは何でしょう？これはトルクメニスタン。ここは次回お連れしますね。座るとこわんないな。しかしこのディスプレイでかいですね。その横のバーレーンもヒルの顔と違っていいですね。向こうにはオーストリア、スイス、コロンビアが見えますね。あ、大屋根リングもライトアップされていますね。なんと屋上スカイウォークの内側には約1600台のフルカラースポットライトを配置していて、1階のグランドウォークには約2400台のスポットライトがあるそうです。その上にリングの端には約700台の小型投光器によるライトアップが付けられていて、輪郭を際立たせる設計となっているようです。だからこんなに明るくかっこよく光っているんですね。ドローンあったらもうこっちも閉館や。噴水ショーが終わって東ゲートに向かっている人が多いのではないでしょうか。でも私たちはまだまだ帰りませんよ。これから向かうのはシャインハットで行われるプロジェクションマッピングを見に行きます。やっぱ10時、8時10分からや。あの噴水のさ、ところにさ、あ、脈々。でっかいテレビみたいな感じやな。でっかいテレビで、なんかあの辺にも映ってるみたいな。でっかいテレビのあって映るようにしてるんかな。白い壁やからな。後ろになってめちゃくちゃ気持ち悪くなってる。昔のやつ？インドネシアの人が作った人。あ、そうなの？インドネシア。
た今度噴水さ、うん。なんか見るときさ、あれかな、また同じやつなんかな。多分。これフランスの人が作っていて。これ日本の人が作っていて、そうなの。タップンタップンしてる。ブラジル。ブラジル？灯台。灯台？灯台って？海にある灯台。それ。灯台って東京の大学の。全然違うやつだから。それも灯台やな。灯台や。感じが違うんか。気持ちいい。なんかすごい四角がいっぱい。これって何流してん？クリエイターの人が作った。チャイナ？よくわかったな。チャイナの人の前から来る。これだけど大丈夫。これはジャパン、大阪か、じゃあちょっと日本。地球。青
こってさ、うん全部さ水なんやろ。そうやあな。日本や。よう分かったな。日本結構わかるやつ。あ、大阪やん。大阪やん。万博入る。万博入るんじゃん。ここ万博じゃん。万博の場所やな、ここやな。大阪の中入ってここ入ってから万博やろ。宇宙ジャパン、これもう日本っていうかちょっとね、一回白のも出してみたら。そう今で10分ぐらい。今で10分ぐらい。これ誰が作ったんやろ。僕が作ったんやろ。日本かな。ジャパン。
円。よう読めたな。すごい字やけど。チャイナ。ジャパン。また噴水なんだうん？これ20分は。20分？どうする？どっかちゃうとこ行く？どうする？そうやな。西ゲートに。いるのか。うん。あ、いいよ。パパまだある。大屋根リングの上に上がってきました。何やら騒がしいぞ。あ、そうだ。8時半からの噴水ショーが今やってるんだ。先ほどの噴水ショーを大屋根リングの上から見るとどんな感じになるのか気になりますよね。ちょっと覗いてみましょう。どこか。ドローン終わったら多分出口本もんな。いっぱい見る人がここに集まるあれを想定してるもん。めっちゃおるよ人。したことおらんな。こうか。綺麗やった。映画だもんな。こっちから見えるね。うまいやな。あ、そうなんや。まあまあ。裏から見るとまた見え方が結構違いましたね。皆さんはどっちから見る噴水ショーが好みですか？ぜひコメントで教えてくださいね。さあ今からはもう一つの目玉ドローンショーを見たいと思います。今回は大屋根リングの上から見るドローンショーを一緒に見ましょう。にしても上から見る
ライトアップされたパビリオンは綺麗ですね。どっからどう始まるんやろな。あっち紫に光ってる。わかんないか。あっちも光ってる。あ、いたいたいた。赤全役。どっからどこ出てくるんだろうな。暑かった。コモンズビール。マジ暑かった。どれも出てくる？あー、すごいすごい。あ、何あれ？そっち側か。あれ全部だよね。人乗ってる。そうやな。塗ったらマジで怖いもんな。なあ。よるよな。
うんすごいな、これ。すごい綺麗。ドローンショー、思った以上にすごかったですね。使用されているドローンは約1000機。動きがめちゃくちゃ滑らかでしたね。次回はウォータープラザの方から見えるドローンショーを紹介しますので、楽しみにしていてくださいね。最後に西ゲートの様子をお伝えするので、そちらに歩いていきます。シンガポールのレッドドットが光っててかっこいい。17メートルの赤い球体は約17000枚のリサイクルアルミニウム製ディスクなんですよ。ここからエスカレーターを使って大屋根リングから降りていきますね。いやー、今日一日いろいろ回りましたね。最初に言った電力感が今日の出来事ではないかのような感覚ですわ。なんか名残惜しい感じがしますね。ちょっとあそこの前通ってもいい？また前じゃなくていいか。西ゲート側にはこれがあるんですよ。見えてきました。実物大ガンダム。高さ約17メートル。重さはなんと約50トン。この片膝を立てて右腕を高く上げるポーズは、宇宙未来に向けて手を差し伸べるというメッセージが込められているんですって。ライトアップされたガンダム、かっこいい。パビリオンの中は次回紹介させていただきますね。こっちには吉本館の笑顔の球体タマー。その奥に見えるのがパソナ館です。パソナ館はアトムとブラックジャックが案内してくれるパビリオンで iPS 細胞の展示があります。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。一緒に回った大阪万博はいかがだったでしょうか。次回はまた別のパビリオンを紹介する一日を作りますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。